はい、これは2つの立場で見なくちゃいけないんですね。大体、たまにありますね。父親の仕事は続けたくないという一般即世間のね、息子たちの考えもありますね。じゃあまずその点でちょっと考えてみましょう。要するに普通の店とかね、ラーメン屋さんでもいいんですね。代々やってきたラーメン屋さんで父親が、自分が亡くなってから息子がやるだろうと、ね、息子はそれが嫌ででその場合は整形の問題だからね、この今例に出したラーメン屋さんですね。ラーメン屋さんは本当に商売繁盛して次の世代で問題ないならば考え直しても構いませんし、しかし息子として別な道がある、自分がやりたい能力ある別な道があるならば、ラーメン屋さんが誰かに渡ってね、あなたに貸してあげますから好きこれぐらい払ってくださいという感じで自分が独立するのは構いませんね。で理由はこの当然我々は親に育てられるのは当たり前ですけどね、親が自分の財産も全て職業も何でもかんでも自分の子孫にあげたくなるんですね。それも姿勢の流れですけどね。しかし受ける側にとってはそれは受けたくないならば、だからその人の人権どうなるのかと、この次の世代の人権がね、だからそこら辺で自分の自由を考えた方がいいんじゃないかなと思います。これはいい方向でね、親の財全部なくしてしまってね、倒産するもう泥息たちも現れますけど、これはいい方向の例なんですけど、やっぱり正直にその職業はやりたくないっていうのは自由ですよ。だから親孝行する道徳的なあれもありながら人間として自由に生きるっていうこともありますから、で最後にこれ親孝行っていうのは親の仕事をすぐことでしょうかね。それは親の勘違いなんですね。親を大事にするならば、親と一緒に面倒を見てあげるならば、親のことを心配しているならば、病気になったらちゃんと面倒見てそばにいてあげるならば、それで親孝行でしょうね。だからそういうことで即世間的に考えてもやっぱり経済的に問題がなければ自分の自由を考えた方がいいと思います。自由を考えたからといってこの親孝行もう切ってしまっちゃえっていう話ではなくてね、親を大事にする気持ちはずっと持ってほしいんですね。はい、主義の側面っていうのはこれは宗教主義ですね。どういう宗教かよく分かりませんだけど、一応一神教というような言葉が書いてありましたからね。で宗教組織で次は息子に行くっていう話はこれは変ですね。これは明らかに変なんです。宗教組織は教えはどうであろうとも宗教組織作ることは人間の自由なんですよ。だから宗教というのは精神的な世界だからね。だから例えば一神教の偉大なる神様を信仰しているならば、それぐらい神様は信じている、真面目に無批判的に信じている次の人は
後継ぎにならなくちゃいけないんですね。だから宗教っていうのはあくまでも納得理解信仰の問題なんですね。だから信仰もしていないならばその人は宗教の組織の一員ではないんですね。だからこれはまあ日本と韓国かなね、なんか変なものなんですね。例えば有名なカトリックあるでしょうに、ローマ教皇がね亡くなったら新しい人が現れるでしょうに、ちゃんとやってるでしょうに。だから今のローマ教皇は何人でったっけ？ブラジル人でって、前の人はなんか別なドイツ人で、まあ素晴らしくやってるでしょうに。だからそこの場合はもういかに神を信じるのかっていうこと。だから教祖というねカーディナルですね。だからカーディナルグループになっている人々はもうそれなりのもう神学を学んで能力があっていろんな宗教組織に多大な貢献して昇格しているグループなんですね。そちらから一人選ぶ先生問題ないんです。アメリカ式のプロテスタントだったら勝手に宗教伝道師になって教えればいいんです。だからこの宗教の場合はこれは信仰はどうでもいいというならば宗教組織じゃないでしょうね。例えばちっちゃく「お前神を信じても信じなくてどうでもいいんだけどこの組織を守りなさい」と言うならば「はい分かりまった私は父親が亡くなった次の日神を否定して説法しますよ」と言ったらちょっと困るでしょうね。じゃあお前で困りますよと。だったらあなたの宗教を信じているそれなりに能力ある誰かにあげてくださいと言わなくちゃいけないんですね。とにかくこの宗教組織もね、やっと生き延びているような感じですから私の個人的な考えはあまり言ってはあかんだけど論理的にしか答えとはならんだからね。で論理的に言うと宗教は信仰の問題なんです。宗教組織のリーダーに信仰がなかったらこれほど詐欺なんですね。だからあなた詐欺師になるか真面目に素直な人間になるかっていうことはね、それはあなたの人生の問題であなたの将来死後の問題でしょうに。詐欺師は将来いい天国に行けるはずもないでしょうに。だからこの自由にしてくださいよ。誰か選んでください。もうみんな組織知ってるんだからね。もう後継ぎ宗教組織の後継ぎをね誰か選んであんた勝手にやってくださいと言ってご自分が自分の仕事をして真面目に合法的に金儲けて自分の家族を養ってあげてください。仏教的にはそれは善行為なんですね。嘘を言って金儲けるよりはこの嘘を言ってやっぱり100円でも儲かったらあかんですね。そのご飯食ってはならんでしょうに。だからこれ違法と仏教的な違法っていうのはダンマですね。ダンマに逆らっている。ダンマっていうのは宇宙法則ですね。宇宙法則に逆らうことはすっごい罪になっちゃうんですね。だから特別な罪でそれは法則ですよ。例えば我々には地球の時点は変えられないでしょうに。誰かが地球の時点ちょっと変えてみようとちょっと遅くしてみてその人が痛みに遭うんです。宇宙法則に逆らったんだから誰かが罰を与える必要はないんです。法則っていうのはそういうことなんですね。だからこのダンマに逆らうことはダンマっていうのは仏教っていう意味じゃないんでしょ。宇宙法則ですね。そうになりますからね。とにかく宗教組織はちゃんと信じている誰かにバトンタッチしてもらった方がいいんじゃないかなと思います。喜んで誰かが来るでしょうね。問題ないと思います。はい。はい、ありがとうございます。